はい、追加の工事ですね。引き続き追加工作をやっていきます。なかなか全体の組み立てに移れないんですけど、で、トップガンマーヴェリックの、予告を見てたら、こう水平飛行、もう一機のホーネットと水平飛行してるのをこう左サイドから撮ってるのがあって、アングル的にはこういうアングルですね。そしたらここにチムニーダクトがあるんですよ。空調のアウトレットですね。空調って言っていいのかな、あれは ECS なんだっけね。確か機内の空気をどうかするようなECS とは環境清浄液体冷却だって。液体冷却用の、液体を冷やすための空気のアウトレット。液体で何を冷やすんだろう。水冷エンジンかな。一応ね、ここの六角形のこれがこう上下するみたいですね。で、上に上がって空気取り入れて、でここからこう出すと、一応ここのキットも、上に飛び出してるような、アウトレットではなく、こんなアウトレットですね、昔の。でブロック20以降だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、パイプ状の出っ張りが並ぶんですよ、ここに。それを再現しようと思ってね。ただ同じ形のものを両方で10本5本ずつですね、このパイプを埋めるのはちょっと至難の技だったんで、今時900円も出せばこういうの買えるんですよ。長谷川用ですけれどもね。これをつけてやろうかなと思います。で、つけてやろうかなはいいんですけど、これをどうくり抜くかで、どうやってこれを置く場所を作るかですね。このチムニーダクトはこれメーカーはクイックブーストっていうメーカーですね。特に何も説明書は入ってないですよ。ここから切り離してね。ここ四角い穴を開けてこう乗っけると、でここ後ろにちょっとくぼみがあるじゃないですか。これがこの丸いモールドのところにかかってくるというものですね。微妙な感じなんですけど、しかもこれ上の方が広くなってます。だからちょっとちっちゃめの四角い穴開けて上からこう仕込むって形でしょうね。切ってしまいます。だけど別にこれでいくね。だって下の方がちっちゃいから、この上もね、実機もね、ほんのちょっと飛び出てるんですよ。だから一番てっぺんのサイズよりほんのちっちゃくして四角をで上からポコンって入れればいいんで、なかなかそううまくいくのかな。実際糸のこで小さめの四角い穴を開けて、で少しずつ広げていくような形でフィットさせるしかないと思うんですよ。
でワイヤーソーですね。ワイヤーソー 0.1 ミリのワイヤーソーです。でワイヤーソーもね曲がってやっちゃうとやばいんで、まあ超音波カッターがあれば一番いいんですけどね。超音波カッター。超音波カッターは持ってないですから。うまくいかないな。ね、こんな長いもん切るの初めてなんで。うわー、これ厳しいかな。当たるかな。でまあ今の描いたやつの内側をね切っていくようなイメージでいいと思います。はい、なんとか2箇所開けましたね。でサイズ的にもギリギリっていうか、まあこんなもんかなって感じです。でこれが入るような穴に広げていくわけですけれども、基準にするのは後ろのその丸いパネル、これに合わせていかないといけないですから、まあヤスリで気長にね削っていくしかないですよ。ちょっとテーパーがかかるような感じで。はい、こんなもんですね。少しずつ、穴をヤスリ使ってですね広げていきました。で、それでですね、これは長谷川用のパーツだからこうなるのか、レベル寄ってなかったからね、まあ、どうしても面にならない部分、どうなの、実機見てもねちょっと上がってるやつもあるんですよ、このパネル自体が。ただ完全にフラットのものもあるんで、こうねバンクしてる写真見ると明らかにここ光が当たって影ができてってなってるんですけど、ただ
結局ここですね、この内側のこの部分がどうしても上に上がっちゃいます。でこれ削ると上のダクト自体に影響が出ますし、こっちにパテ盛るっても結構長い距離パテで盛らなきゃいけないんで、これで進めちゃいます。これで固定しますね。裏から瞬間接着剤でゴリゴリっとエポキシの方がいいかな。エポキシ接着剤使いますか。エポキシ接着剤、ちょっとした追加工作ですね。映画の中では、南翼の、パイロンっていうのはミサイルとか爆弾とか吊り下げる喧嘩装置ですね。吊り下げる、板みたいなものなんですけど、映画で確認できたのが一番外側のパイロン、ミサイルを吊り下げるところですね。で内側の2枚、このでっかいやつは空きなんですよ、空いてるんですよ。ただキットにもう穴が開いてると、塞いでやってもいいんですけど、塞いだらこの辺りこうなんかこうあるんですよね、パネルが。これを吊り下げるための何かパネルっぽいのが、それ掘るのも面倒だなと。でせっかくプラモとしてこういうのがくっついてきてるんでね、これを使おうと思います。で、ちょっともう始めちゃったんですけど、ここが非常に中途半端っていうかね、それらしくこの辺りにモールドはあるんですけど、で実際ここ四角くくぼんでるんですよ。ただここもねカバーがつけられてるっていう状態も多いみたいです。で問題はこっちね、実際にこう爆弾をロックする方、ここはミサイルつかないですから、爆弾吊り下げるやつですから。でこの今わかるかな、この白いのは 0.3 ミリのプラ板を貼ってやりました。それからほんの少しなんですけど、ちょっと見にくいかな、ここちょっとテカってますよね。彫刻刀でちょっと四角くくぼませてやったところがあります。それでですね、ブレ止めを今つけるんですけれども、ブレ止めっていうのは爆弾がフラフラしてると落っこっちゃう可能性があるんで、それをこう止めておくものです。実機のパイロンの写真あったんでね入れてるんですけど、これは 0.2 ミリのプラペーパーかな。かなり大きいな、これでは。まあいいや。デフォルメですよ、デフォルメ。でこれ今爪楊枝の先端には例の塗って剥がせるスティックのり、剥がせるタイプのスティックのりですね、それがついてますね。
それから真ん中のへっこんでるところに楕円形のこうなんか接続のポートがあるんで、やっぱり楕円形に切り出したプラパンを置いてやる。これであとねこことここと後ろはいいか、こことここにパイプみたいなのがちっちゃく出てるんで、そういうの伸ばしランナーで作ります。これでだいぶそれっぽくなったと思います。だからここの四角く引っ込ましたとことかこう色が違うんですよ。黒っぽく、ここも黒っぽく塗ってやって、ちょっとね磁気と形異なるんですけど、まあキットのモールドをできるだけ生かしたディテールアップみたいな感じですかね。はい、特にねインストの方には指示がないんですけれども、これ重りがいりますね。これだけテールヘビーな機体なんで多分いるだろうなと思ってたんですけど、このまま組んじゃうと、今ねジェットノズルとかキャノピーとか乗ってないんですけど、こんな感じなんで、もちろん落ちた、主脚が落ちた。こんな感じで、パイロンは4つ主翼の上に乗っけてますけどね、重りが必要です。でどれぐらいの重りが必要かなんですけど、ちょっと主脚を一回で、ちょっとこの上にここにこれ何グラムぐらいだろう。これより軽いもの、塗料皿、塗料皿の重みだけでもいいですね。ちょっとこれ塗料皿より軽いもの、あんまり軽いものってないんだよな。ガラスヤスリではダメです。塗料皿の重さ測ってきますね。この塗料皿をここに乗っけてみたらちょうどよかったんで、これが 4.5g でしたね。ついてないパーツもちょこっとあるんでね、ジェットノズルとかキャノピーとか、そこは相殺されると思うんですけど、一応念のために 6g ぐらいの重りをこの奥に、先端の奥にね仕込んでやればいいと思います。6g 釣り用の重りか何かが一番ベストですね。この辺のパーツくっつけちゃうとそれが入れられなくなっちゃうので、まずその重りをね入れてやらなきゃいけないです。あと一応接着前にここの部分、他のこの上のカバーとか下のカバーとかくっつけた時に変な段差がつかないかどうかの確認は必要ですね。段差がつくようであればある程度調整して治るものであれば調整すればいいですし、ただねこう斜めにねこう当たってくるんで、このパネルラインのパネルラインだよね。パネルラインかどうか図面でね調べればいいんですけど、多分パネルラインでしょう。これをよく見ると
ガタガタしてるんですよ。下の部分がちょっと削ってまっすぐにした方がいいでしょうね。なんか変なこう出っ張りが、ちっちゃな出っ張りがあるんで、その出っ張りだけをうまく削れればですね。削りながら合わせて、この真ん中が高い、これでパネルラインがね幅広くなってもダメなんですけど、やっぱりエッジの部分が変にこう薄くなりすぎちゃってるんで、パネルラインのこう溝の形がおかしく見えるんですね。ちょっとここはもう少し丸めてやった方がいいかもしれない。あとここのはい、機種に重りを入れました。重量これ8ミリぐらいのボルトですね。8ミリでこれは8グラム程度の重量のボルトです。エポキシパテを入れてね固定してあります。でエポキシパテ自体はプラにねそんなに食いつくわけではないので、瞬間接着剤を使ってますね。主脚の方なんですけど、部品細かい部品つきました。で胴体側に接続するこのアームというかリンクというか足ですねアームと足だいぶ違うけどね。これ向きがあるんですけれどもね。でもここの部分にこう入るんですよ。ただ角度を合わせておかないとこのように外に飛び出ちゃう羽目になるんで、もうちょっと内側にやりたいということがですよ、もうここに乗せて、でこう角度合わせて接着しないとダメってことだと思うんですよね。だいたいつくのがこの辺かな。ここのこの辺りだと思うんですよね。この辺りね、この辺りだと思うんです。だから角度を合わせてやらないといけない。だから要はここの上で接着しようということです。主脚の方に、支脚長の方にね。でこいつもこんなにアバウトな感じなんで、なかなか角度が合わせられない。つまりはやっぱり粘着剤ですね、ここで役に立ってくるんですよ。で粘着剤を、この粘着剤ね、粘着剤を玉状にしちゃうと、ボール状にしちゃうと潰れてくれないんで、固まった時にね。だからここあんまりややこしいところにやると後で剥がすのが難儀なんで、当然この粘着剤自体が本番の接着の妨げになりますから、今回はこの前の壁のところに仮止めします。でこの粘着剤もですね、固まるのに時間かかるんで、固まるというか使えるようになるまで5分から7分ぐらい置いとかなきゃいけないと。その間ぼっとしててもいいですし、コーヒー飲んできてもいいですし、次の作業にね取り掛かってもいいと思います。それでは、左側の主脚柱が粘着質になったんで、どうするかな。一応この段階でね、すぐ乾かないような接着剤で
つけちゃってもいいとは思うんですけどね。まあ実際にこの辺につくだろうっていう想定で角度を出していて、粘着質早かったかな。まだちょっと早かったかも。でまああれです、白キャップでもいいんで、白キャップミックスにするか。またミックス接着剤であんまり固まりが早くても嫌だし遅くても嫌だしですね。ただどうかなこれ。角度的に一番前のへこみか。ここですね。ですね、この状態、これで動かない状態でここの乾燥をね待ちます。はい、ボーディングラダーの、組み立てまで来ました。これもね軽め穴を一応開けておきますね。 0.5 ミリのピンバイスを使ってます。で楕円形のところは両端部だけピンバイスでまず穴を開けて、で真ん中は彫刻刀で多分いけると思いますね。ちっちゃいやつね。ちょっと無理かな。ナイフかなやっぱり。ちょっと幅が狭いかもしれない。はい、じゃあ今日は、塗装前に組み立てられるところ、手を加えられるところをお送りしました。次回はいよいよ小物の塗装をしていきたいと思います。結構ね部品数が多いんですけどね。それではまた。